一応お店の看板としてやってるのがマカロンですよね。結構種類もいっぱい出してるんです。常にやっぱ10種類ぐらいはあるんで、ね、でマカロンもやっぱ結構出たりしますね。店は13年ですかね。もともとこれの業界で始めた時からやっぱお店出すのがやっぱ最終的な目標ではあったので、あちこちで修行して、ある程度自分に自信がつけてたらあれですけど、いけるかなと思って29でオープンしたんですけど、そこ3時までにやりたいなって気持ちがあったんで、その時に勝負してみようかなと思って。結構みんなね30代とかで、40になってからの人とかも結構いるんで、最初の頃は若いオーナーさんでよく言われましたけどね、今はもう10年もやったらね普通になってたんで。
僕最初はもともと料理やってたんですよね。高校出て最初はフランス料理のお店に入ったんですけど、結構最初ってデザート部門を担当させられたりが多くて、最初はデザートやってたんですね、そのお店でも。でそうやってるうちに本格的にスイーツを勉強したいなと思ってお菓子屋さんの道に入ったんですよね。単純に楽しかったっていうのが大きいですよね。でレストランとかでね出しても結局デザートで一番最後に出るものだから、やっぱねそこがいいとお客様の満足度もすごい上がると思うので。そうですね、10年もしてないぐらいですかね。朝から晩までやってるような職人の世界は時代だったんで、遊びに行く暇がなくなっちゃうんでね、勉強したりとか練習したりとかしないと結局技術が伸びていかないから、店出してからもバタバタしてるんで。でもね、まあね、根本にやっぱ好きがあるんでね、続けていけるのかなと思います。味は美味しくて、なんかもう今はもう当然みたいな感じですけど、見た目でもね楽しんでもらいたいっていうのがやっぱりあるんで。授業自体は大変でしたね。今と違って本当に厳しかったんで、先輩とかもやっぱり怖かったですし、僕らの時は。結局技術さえ覚えられればいいって考えてやっぱ仕事してたんで、耐え抜いてやったようなところはありますけど、フランスにも1年だけ修行しに行ったんで、フランスとかでもね、言葉の壁とかもやっぱすごいありましたし、向こうでね、就職活動するって言ってもね、なかなかやっぱ言葉が分かんないから、だいぶ苦労はしましたよね。有名店で働いてて、そこのシェフに紹介してもらってる人が多いですけど、僕なんかあんまそういうコネとかもなかったんで、ただ行って探して、そしたらたまたま見つかって、なんとか働いてこれたから良かったですけど、厳しかったですよね。そうですね、技術はあったけど、やっぱ言葉語学は全くだったんで、店やるのもそうだろうし、そういう行っちゃうのもあれだろうし、やっぱね、行きたいって気持ちが、だからね、お店やりたいって気持ちが勝っちゃうんですよね。やってとは良かったなって後悔するんだったら、やって失敗した方がいいかなって思うから、常にですね、チャレンジ精神を持っていかないとなかなかね成長していけないと思うんで。実家が工務店やってるんですよ。だからここのテナントも借りて兄と父にこれ作ってもらったんですよね。職人一家なんですよ、家が。父親もそうですけど、といろいろ相談して身内だからね、ああでもないこうでもないって言えてやれるんで、結構思う通りにはできたかなとは思うんですけど。
ピスタチオを軽くローストして置いといたものですね。これも出しておいてください。スンマンゴープリンですね。ちょうどオープンした時が震災のあった年で、本当大丈夫なのって周りには言われましたけど、会社にも伝えて、もう上がる準備とかもしてたんで、なんかもうちょっと引くに引けないなと思って。それってでも常に何かやっぱあるじゃないですか。ね、この間もコロナがあったりとか、でも大変な時期って常にあると思うんで、それでやっぱどうしようかなって言ってたら、多分いつまで経ってもやれない気がしたんで、やろうって自分で決めたタイミングだったんで、もうそのまま突っ走っていこうと思ってやりましたよね。そういうのはね、悪い時期もあるかもしれないけど、いい時期もあったりすると思うんで、埼玉市のブルーベリー農家さんから仕入れてるブルーベリーの手なんですよ。今の時期しか国産のブルーベリーって取れないんで、基本は大体輸入物なんですけど、すごい美味しいんでね。家族と過ごすことが多いですかね。3年生って年少なのか。だからまだね、パパパパって来てくれるんでね、来てくれるうちにね、一緒に遊んどかないと、だんだん来てくれなくなっちゃうと思うんで、本当に今はね、帰ってもね、パパパパパって来てくれるからね、帰ってきたってね、幸せを感じますけど。
メロンバニーユ、中にバニラのクリームが入って、周りはメロンのムースなんです。今の夏のね、その時期にやってる商品なんですけど、クレアエストは自分の名前から取ってるんですよね。エストってフランス語なんですけど、東って意味なんですよね。で僕東って東って字使うんで、名前がひろあきって言うんですけど、明るいっていう字使うんで、クレアって明るいって意味なので、フランス語でちょっとおしゃれっぽく自分の名前をもじったんですよね。やっぱり色が変わりやすいんで、ものはすぐ茶色っぽくなっちゃうんで、酸化するのを防止するために。ブラウンのショートケーキと、じゃあ桃ですね。来てくれる人たちにね、お菓子を通じて、喜びだったり、楽しさだったりを提供できたらなっていうのをモットーにはやってますけどね。だから商品数とかもね、結構多いとは思うんですけど、うちなんかは、ね、そういうのも、ね、お客さんからしてみたら、ね、選ぶ楽しさとかも来て、ただ買うだけじゃなくて、ね、いろんなものの中から選んでもらう楽しさとか、そういうのも提供できたらなとは思ってますね。この辺はしかもファミリー層が多いので、ね、子供とか家族で来てね、みんなでワイワイと楽しく選んで、あれでもないこれでもないってやってもらえたらなとは思ってます。だからお店もね、結構ね、広くスペースが作ってるんで、家族で来たりとか、赤ちゃんベビーカーに乗っけて来たりしてもね、十分なスペースはあるので、これがフィナンシェって焼き菓子を作っていくんですけど、金の延べ棒をイメージしたお菓子なんですよね。フィナンシャルとか
英語で言う、なんかそれだったら、金融の人が昔なんか食べてるみたいな話が、まあ諸説あるんでしょうけど、なかなかこうやって食べられる、向こうで。だからその、いう人たちのあれをイメージして、このピンの延べ棒みたいな形のお菓子なんですよね。ショートケーキ、モンブラン、チーズケーキ、タルトフロマージュっていうのがあるんですけど、その辺がやっぱり一番出ますよね。一応お店の看板としてやってるのがマカロンですよね。結構種類もいっぱい出してるんです。でマカロンもやっぱ結構出たりしますね。それこそ小学生とかがお小遣い握りしめてマカロン1個買いに来たりとか、まあクリアエストもね、明るいっていう意味も入ってるし、明るい感じにねしたかったんで、白を基調にして清潔感出してね、お客さんも入りやすいお店にしたいなとは思ったので、別に買わなくても中入ってきて見ていいですよって思うんですけどね。
これピスタチオのペーストです。緑のピスタチオのマカロンやってるんで、特にホワイトデーとかのお返しとか12、3種類ぐらいでやってるのかな。常にやっぱ10種類ぐらいはあるんで、子供たちもね、小学校でパパがパティシエだっていうと、なんかやっぱ羨ましがられるみたいですよね。でも実際、そういうケーキ食べ放題だと、別にそんな欲しないんですよね、現実は。結局、いつでも食べられるから、全然、ケーキが非日常じゃなくて、普通の日常なんで、今はね、パティシエになりたいとか言ってくれてるからね。まあ嬉しいのは嬉しいですよね。
本当に。ロッソっていうこちらの赤色のケーキが好きで、甘酸っぱくてなんかそんなに甘さもなくてやっぱ酸っぱい感じが程よく美味しいって感じでいちごも大好きなので私にとっては一番好きなケーキになります。大丈夫です。はい、以上6点でよろしいでしょうか。お持ち帰りお時間は。1年のギフトになります。気をつけてお持ち帰りください。ありがとうございます。お疲れ様でした。